こんにちは、アカデミアの富雄です。今回のテーマはウィッグを効率よく練習する方法です。その中からフロントからカットするショートボブをご紹介します。ヘアカット動画基礎2、ウィッグでワンレングスカットを行いました。美容初心者がカット練習時に使うのはウィッグだと思います。ウィッグを効率よく練習するために僕が実践してきたことをご紹介します。ポイントはワンレングス、レイヤー、グラデーションと分けて練習を行うことです。長めからショートまでカット練習することです。最後は刈り上げた練習です。ですからベリーショートになったものは全て刈り上げ練習することができます。刈り上げはいろいろなデザインをかなり多く練習することができます。以上がウィッグを無駄なく練習する方法です。例えばワンレングス、長めのワンレングスを何回かに分けて練習します。その長さの変化や前髪の変化のイメージを感じ取ることも大きく役立ちます。特に鎖骨より上、顎、唇、鼻先、耳たぶ、頬骨などが髪が動くたびにこのポイントが見え隠れすることでフォルムや印象がガラリと変わり、女性らしさや可愛らしさなど表現ができます。自分が切ったショートボブをウィッグを持って左右に揺らしてみるとどんな表情を見せるか、これもカット練習と同時に感じる心も育てていただきたいと思うのです。その中で今回のテーマはマイクロボブと呼ばれていたショートボブを切ってみたいと思います。では早速ご覧ください。常に仕上がりのデザインをしっかりイメージしてください。両サイドの長さは顔のどのポジションから切られているのか、前髪は眉毛のポジションのどの位置かなどしっかり観察しイメージします。頭の傾きはどうか常に意識し、床に対して平行にカットすること、左右のバランス、ワンレングスと刈り上げのつながりなどを身につけてください。フロントからカットしていくショートのボブを切ってみたいと思います。ブロッキングはボックスボブと同じようにセンターに分けて頭を垂直かどうかを確認して、で床に対して平行にこうシェイプをして、でブロッキングを取ります。バックセクションはボックスボブと同じように R になってるかどうかを確認して左サイドに移ってきます。やはりシェイプをきちっと床に対して平行にシェイプをして、でトップセクションを分け取ります。この時にここの位置が両サイド同じかどうかを確認します。同じようでしたら、トップセクションをブロッキングします。今度はサイド、フロントサイドからカットしていきます。フロントセクションとバックセクションを分けます。耳の後ろの部分、付け根の後ろの部分でフロント部分とバックセクションを垂直に取って分け取ります。両サイド同じように取ります。まずはやはり耳をカバーする厚さ、だいたい2分の1もしくは3分の1に取ります。お客様とコンサルテーションして、今回は短めのボブでいきましょう、どの程度の長さにしましょうという打ち合わせのもとに、例えば横から見たポイント、鼻の先、唇、それから顎の先端に沿って、今回はこの唇の先ぐらいの長さでいきたいと思います。長さのイメージを想定して、きちっとイメージがつかめたらカットしていきます。当初から自分がイメージした長さにぴったり切るんではなくって、心持ち長めに切ります。っていうのはお客様にとっても、短いボブっていうのは自分で見て5ミリ長さが違ったり1センチ長さが違うとかなりイメージが違ってしまうので、お客様と打ち合わせした長さを正確に出すために一度長めに切って、でコーム当てて上唇の上ぐらいの長さになりました。もちろん毛の生え方とか毛の立ち上がり具合っていうのは毛の太さとかいろんな部分で違いますので、ナチュラルにシェイプしてコームで押さえて、出ている誤差の部分をちゃんと修正カットします。下のガイドが決まりましたら次のセクションを切ります。下のガイドに合わせてカットします。
反対側も同様に耳の厚みをカバーできる程度にブロッキングをして、こちら側もこの上唇のポイントに向かって切ると左右対称に切れます。自分がイメージした長さよりちょっと長めに切ります。目印のポイントに向かってあと何ミリ切ると左右対称かどうかっていうのを確認をして、この場合ですとあと5ミリ程度で同じ長さになるのかなと、5ミリ程度切ります。フロントで同じ長さかどうか、両サイドの長さが同じかどうかチェックします。同じに切れてるようなので次に進みます。次は下のガイドに合わせてカットします。下のガイドに合わせてカットします。はい、これでフロントサイドの部分が切り上がりました。バックセクションはセンターに正中線を取ります。正中線を取ったら内側の毛を上に全部引き上げます。引き上げて指でそこを押さえて、その上に髪の毛を下ろしてきます。このサイドのカットラインの延長線上でカットしていきます。はい、バックにも内側の毛を中指で押さえつけながらその上に毛を下ろしてきてカットします。長さがどうか確認します。はい、そうしましたら左サイドのカットに入ります。やはり右サイドと同じように内側の毛を上に中指でこう押さえつけて上に持ち上げていって、その手に髪の毛を乗せます。サイドのカットラインの延長線上で切っていきます。バックセクション、ここにもガイドがありますので、今まで切ったこのガイドとこちらのガイドに向かって切り進みます。このセンターでアジャストさせます。ネープの段差は少し刈り上げます。刈り上げのところで、説明しているようにガイドラインはあくまでもこのワンレングスに切られたところがガイドになります。センターに分けて両サイドに分け取ると、ここに内側のガイドラインが少し薄く見えると思います。この内側のガイドラインにコームの刃先をガイドラインに向けて刈り上げていきます。この刃先がこのガイドラインに向かないで内側に向いてしまうと切り込んでしまうので、必ずこの刃先をこのガイドラインよりも外側に向けてカットしていくのがポイントです。ではカットしてみます。はい、このように刃先を内側のカットラインに合わせて切ります。この内側のカットラインに今そのガイドに向かってコームの刃先を向けてカットしてきました。ドライになると少し毛が浮いていくので、内側を 1,2 ミリ心持ち短く切っておきます。こちら側も同様に一度上から髪の毛をこうかぶせてみます。このように
ここワンレングスの状態のところとこの刈り上げの部分がうまくつながってたら OK です。大体の刈り上げが出来上がりました。この場合に真後ろから見た時に今両サイドが長いですから、このままだとヘアスタイルに締まりがないので、ここのところも頭の丸みに沿って刈り上げていきます。この場合逆にコームが刃先が薄くなっていますので、薄い方を下にこのように切るとすっきりします。はい、反対側も同様にカットします。そうしましたら横から見た時にここにも厚みがありますので、この厚みを取ります。その人の持ってる首から徐々にこのワンレングスに向かってなだらかになるようにこういう細かい部分は1本のコームでやるとどうしても無理があるので、細いコームの先が薄いこのようなタイプのコームでやるとより一層イメージ通りのカットラインが上がります。これでバックセクションのカットがだいたい上がりました。トップセクションに入ります。ボックスボブと同じようにセンターで分け取ります。今度はバングの前髪の部分を作りますので、前髪を分け取ります。前髪の両端は目尻の上がったラインはここになります。ここから奥行き深さを取ります。なぜこの目尻の上がったラインかって言いますと、目尻の上がったラインにすることでサイドの毛がどの程度顔にかぶさってくるかが決まります。これを目尻の上がったラインよりも内側に取るとサイドの髪の毛はもっと顔にかぶさってきます。ですから基本的にはこの目尻の上がったラインで分け取ります。あとは顔の大きさ、輪郭を見て、顔の大きい人は目尻の上がったラインよりもちょっと内側、あとは顔がちっちゃくてもう少し印象を明るくしたい場合には目尻の上がったラインよりも外側に持ってくると顔が徐々に出てくることになるので、ここで調節します。今回は基本として目尻の上がったラインで分け取ります。その人の持っている生え方がかなり横向きに生えている場合にはあまり深くしてしまうと横までカットラインが入ってしまいますので、その人の持っている生え方などをよくキャッチして奥行きを決めます。奥行きが決まったら目尻の上がったラインに向かって三角にベースを取ります。こちら側も同様に目尻の上がったラインに取ります。このセクションを前髪とします。次に先ほど、ボックスボブと同じようにもう下にガイドラインができていますので、そのガイドラインに合わせてカットします。徐々に後ろに向かって切り進みます。バックセクションは体の位置を後ろに向かって下のガイドに合わせてカットしていきます。反対側も同様にまず頭が垂直かどうかよく確認してきれいにシェイプをして下のガイドラインに合わせてカットします。このまま自然に落ちたいところに毛をナチュラルにシェイプしてあげて、下のガイドラインに合わせてあとはバングの部分を切ります。今回はスクエアなバングに切ってみたいと思います。まずはセンターに分けてバングの部分だけを分け取っておきます。センターに分けて三角形に取ります。最終的に決まる長さよりも心持ち長めに切ります。毛の浮いた状態などを見て、あと何センチ切ればいいかを確認して、自分の求める長さに切ります。これで両サイドのガイドが決まりましたので、正中線に対して直角にスライスラインを取ります。やはり片方ずつ切って
っていきます。なぜ片方ずつ切っていくかっていうと、大抵人間の場合には右巻きとか左巻きとか毛流があります。両サイド均等に放射状に毛流が流れているケースが少ないので、片方ずつ切ることによって毛流に左右されないでスクエアなラインを切ることができます。センターで作ったガイドを基準に正中線に対して平行にシェイプして直角に切ります。ナチュラルシェイプをすると毛の生え方によってラインが狂います。その狂ったラインをフリーハンドでスクエアに切ります。そしたら反対側も同様に切ります。ナチュラルにシェイプをしてフリーハンドで切ります。はい、次のセクションを下ろします。下にガイドができましたので、ガイドに合わせてカットします。髪の毛を放射状に溶かして、下のガイドに合わせて切ります。こちら側も同じように下のガイドに合わせてカットします。そうしましたらサイドの毛、分け取っといた毛をブレンドさせて全体のバランスがいいかどうかを見ます。ここの目尻の上がったラインで分け取ることで理想的な卵型に近い感じの輪郭を出すようにサイドの毛がカバーされました。真横から見た時にワンレングス方向に刃先を向けてカットすることでえぐられた感じではなくって立体的に頭が奥行きが出たと思います。はい。では引き続き図解を使って解説したいと思います。ウィッグでの練習時にカットが終わったら左右に振って髪の広がりや見せる表情、カット後の髪の収まりなどどんな表情を見せるかを見てみてください。この基礎動画でも仕上がり後モデルさんに頭を左右に回転させていただいています。髪の収まりを知ってもらいたいことはもちろんですが、髪が動いた時のフォルムの変化やカットラインがどのようになっているかを知ることができます。自分がカットしたデザインがウィッグですと逆さまにすることもできますし、そうした時に普段見えないカットラインが見えます。45度に傾けたり真横、真後ろ、逆さまなどいろいろな角度から切り口がどうなっているのか見てみるとインスピレーションを得ることができます。違った角度から見てみることは大きな発見があることでしょう。まずはじめにブロッキングは目尻の上がったラインから始まり、前後のブロッキングラインは耳の付け根の中心より少し後ろです。第1ブロックは耳の厚みをカバーできる厚さに取ります。サイド部分は2ブロックで切ります。このグリーンの部分が一番最初の元になるガイドですので、顔とのバランスを考えて床に水平にカットします。次にその上のブロックを下で切った髪をガイドに乾いた時の髪の多さや浮き具合を考慮に入れてガイドより少し長めになるようにカットします。反対側をカットする時にはすでにカットした髪の長さを覚えておきます。まずどのポイントを目安にしたかを確認し、鼻の先と上唇の間などそのポイントを目安にカットします。いつも言っていることですが、最初はイメージより少し長めにカットします。その後求める長さにカットし、左右対称かどうかをチェックして OK でしたらバックセクションに入ります。バックセクションは襟足の髪を全部上に持ち上げて指で押さえ、上の髪をサイドのガイドラインと一緒に指で挟み、3
サイドのガイドラインの延長線上、床に平行にカットします。このようなカットの仕方をステップグラデーションと呼びます。バックセクションも保険をかけて少し長めに切って様子を見てから求める水平ラインにカットしましょう。同じ要領でバックセンターに向かって切り進みます。少しでもバックが短くなってしまったら水平一直線のヘアスタイルが台無しになってしまいます。ですから慎重に行ってください。両バックサイドを同じ要領でカット後、バックセンターで床に平行なラインで両サイドを結びます。その後、襟足部分を分け取り、かすかに見えるガイドに向かって刈り上げていきますが、刈り上げの仕方はコームの刃先をガイドラインに向けておくことが大切になります。それは刃先をガイドラインより少し上に向けておくことで、刈り込みすぎるミスを防ぐためです。この段階ではミスを恐れず、まずはやってみましょう。刈り上げのコームとハサミの関係は、シザーの正刃、動かさない刃をコームの根元に平行に固定して、動刃、動かすシザーの刃を動かすことです。次回刈り上げについては詳しく動画でアップするつもりです。ガイドにうまくつなげることができたら、そのガイドを 1,2 ミリ少し短くカットします。上の紙より短くすることで乾いた時に綺麗なつながりを見せると思います。次にトップ部分のカットに入ります。トップ部分はセンターに分けてサイドのガイドに合わせてカットしていきます。すでにガイドラインがありますので、ガイドに合わせてカットを進めます。出来上がりましたら前髪カットです。前髪カットの仕方は前髪カットの仕方動画基礎3で説明しておりますので、いろいろなバリエーションをお試しください。ここではストレートラインの前髪でカットしています。目尻の上がったラインから奥行きを決めてブロッキングを取り、センターでガイドを作り、片方ずつカットしていきます。片方ずつカットする理由は左右で毛流れが違い、それらを見て長さを調節するためです。詳しくは前髪カットの仕方動画基礎3をご覧ください。以上になります。まとめとして、練習はウィッグを効率よく使い練習すること、長さの変化による印象を同時に感じ取ること、特にショートボブは髪が動くたびに鎖骨、頬骨、耳たぶなどポイントが見え隠れすることでフォルムや印象がガラリと変わり、女性らしさや可愛らしさなど表現ができることです。これらを知ることで多くのお客様の隠れた美しさを引き出すことができるでしょう。それは水平に切られたワンレングスだからこそ得られる印象の変化です。こちらの動画は英語、中国語、韓国語でも発信しています。次回は刈り上げの仕方をご紹介します。もし気に入っていただけたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次回またお会いしましょう。さようなら。